このポッドキャストは簡単な日本語で話します。リスニングに使ってくださいね。今日は車の中で話しています。今はもう8時半、夜です。今日はいつもと少し違った話をしましょう。いつもより少しシリアスな話もするかもしれません。恋愛の話や車での思い出の話、子供の時の話、そんな話をしていきます。車って思い出がありますよね。僕も車に乗ったいろいろな思い出があります。僕が初めて車を運転したのは18歳の時でした。18歳。高校を卒業して大学入学した。僕は早く車の運転がしたかった。すぐに運転したかったんですよね。だから大学生の夏休み、自動車の免許を取りに行きました。免許を取るには学校に行きますね。夏休み、学校に向かって行って2ヶ月もかからずに僕は免許を取ることができました。初めて運転した時は楽しかったですね。本当に気持ちが良かった。風が入ってきて、窓を開けると風が入ってくる。僕は楽しく運転しました。まずは一人で練習をしましたね。近くのスーパーマーケットに行ってそこで練習する。駐車場、後ろ向きに駐車する。難しいですね。あとパラレル駐車、平行に止める。難しいですね。でも1ヶ月ぐらい経って僕はだんだん慣れていきました。大学にも時々車で行きました。僕はね、車を持っていませんでした。親の車を借りて運転していました。ありがとう、お父さんお母さん。親の車を借りてよく遊びに行きましたね。ドライブするとなんだか話がしやすい、そう思いませんか？僕が運転していて、そして誰かが隣に座っている、助手席に誰かが座っている。そうするとなんだかいつもより会話がしやすい、話しやすい、そう思います。僕はね、運転しながら前を見ているし、隣の人も前を見ている。だから目を合わせずに話します。そうするとなんだか言いたいことが言える。話がしやすい。そんな風になったりしますね。僕の大学でのドライブの思い出、初めての彼女を乗せた思い出
大学になってできた彼女、一緒にね遊びに行こう。いろんなところに行きましたね。水族館ね、動物園、時々公園に行ったり、いろんなところに車は連れて行ってくれました。車は僕たちを連れて行ってくれました。覚えているのは、一度遠くに行ったんです。車で1時間半、花の綺麗なテーマパーク、お花がたくさんある綺麗なところですね。僕たちは付き合っても何ヶ月か経っていました。何ヶ月も経っていました。それまでは仲が良かった。喧嘩はしたことがなかったし。でもだんだんお互い慣れてきて、何を考えてるとか、何が好きとか、だんだん分かってきた。彼女はアブリル・ラビーンが好きでしたね。だから僕たちはよく車でアブリル・ラビーンの曲をかけてドライブしていました。何回も聴いていると僕も好きになりましたね。1時間半のドライブ。高速道路にも乗ります。高速道路に乗って目的地に向かいます。僕たちは話しながら途中であることが起きました。何が起きたのかは覚えていません。でも途中で僕たちは喧嘩になりました。雰囲気が悪くなって居心地が悪くなりました。それでも僕は運転して目的地に向かっています。僕たちは、そのテーマパークにね向かっています。その時はそのテーマパークにはイルミネーションがあったんですね。僕たちはその場所に着きました。でも雰囲気は良くない。お互い顔も見ない。でも1時間半かけて着きました。もう行くしかありませんね。行かなければいけない。なんだか僕たちはそう思って一応外に出ました。そしてそのテーマパークに入っていったんですね。でも僕たちはもう話しません。会話もしません。彼女は怒っています。僕も暗くなっています。なのでテーマパークに入って2人はだんだん離れて歩いていきました。彼女は別の方向へ、僕は別の方向へ歩いていきました。確かにイルミネーションが綺麗なんですよ。確かに綺麗なので一応見ました。一応こう歩いてぐるぐるぐるって回ってみて、OK、確認してね、綺麗だな。でも気分は良くない。非常に良くない。でも仕方ないかと思って。で30分ぐらいかな。歩き回ってもうやることはありません。もう見ましたし。だから車に戻ると、彼女も車に戻ってきました。歩いてきて隣に座って、
ね、彼女は言いました。もう途中で帰ればよかったじゃん。途中で帰ればよかったじゃん。僕は確かにそう思いました。そんな思い出もありますね。楽しい思い出ももちろんいっぱいありますよ。学生の時、友達とね、一緒にバーベキュー、8人で一緒の車に乗って音楽をかけながら一緒にバーベキューに行きました。その時ね、僕は夏でしたからサングラスをかけて、大きいサングラス。そしてその時僕は茶髪でした。茶色の髪だったんですよ。ね、やっぱり一回はやってみたかったんですね。20代。一回は髪の毛変えてみよう。だから少しチャラ男に見えてたかもしれません。チャラ男というのは、少し女の子が好きな悪い男ですね。チャラ男に見える服装、サングラス、茶髪でバーベキューを楽しんでいました。で、そのバーベキュー会場にテレビ局が来ていたんですね。テレビの取材です。こうやってカメラを持って、マイクを持って、こんにちは。なぜ来たんですか？楽しいですか？そういう番組を作っていたんですね。で、そのテレビ局が僕たちのところに来ました。すみません。いいですか？お話聞いて。その人たちは周りを見て僕にすぐにやってきました。どうですか？僕は、口がうまくありません。話がうまくない。だから最高です。最高ですしか言えませんでした。見た目はチャラいのに、チャラ男風なのに、コメントは全然できない。そのギャップありました。テレビ局の人も、あれ？この人、すごく話すと思ったのに、全然喋らない。思ったのと違うな。そんな顔をして違う人に話しかけてました。あなたはどう思いますか？ああ、そうですか。そうやって、違う人に話しかけましたね。僕もそうだよねと納得しました。はい、そんな思い出もありますね。バーベキュー。本当にね、もっと昔の時はね、子供の時、親の運転する車、その車でたくさん乗っていた記憶があります。昔僕が小さい時は、母親は働いていて、父親も働いていました。二人とも働いていた。共働きと言います。共働きですね。だから忙しいですよね。だけど子供、僕と、姉もいるんですけど、が学校が終わって家に一人でいるとちょっとね、あんまり良くないから車に乗ってたんですね。母親の車によく乗っていました。母親は車に乗る仕事がたくさんありましたね。実家の仕事があったので、物を運んで届けるということもしていました。だから僕は母親の運転する車で、僕のね、好きな場所はトランクでした今はあんま良くないと思うんだけど、昔も良くないと思うんだけど、トランクの方に
ちょっとね、乗ったりするのが好きだったんですね。この椅子をさ、こう、傾けるとトランクと椅子がつながりますよね。つながった状態になるから、広くなるんですよね。で、そこで、なんか本を読んだり、漫画読んだりして、寝転がったりするのが楽しかったですね。秘密の場所みたいな。秘密の場所。秘密基地。秘密の基地みたいな雰囲気でした。僕の家は母親は免許を持っていた。でも父親は免許を持っていなかった。それは昔は珍しかったですね。だいたい父親が免許を持っていることが多かったです。今とは違いますからね。そして姉もずっと運転はしていませんでした。姉は運転をせずに、いました。だけど姉も少し前に免許を取ったんですね。姉にも子供が生まれて、かわいいかわいいね子供がいるんですけど、さすがに子供がいると免許がないと大変だ、そういうことで取りました。うちの家は名古屋ですから、名古屋は車が必要な場所が多いです。車が必要な土地が多いです。ねえ。なんで免許を取ってなかったか、ということなんですけど、おっちょこちょいだから。ね、そうやってみんな言ってました。あんまりうまくなさそうだから、ね、そういう理由で取ってなかった。こう機械とか、ね、こう運転ってね、難しい。そういうふうに思っていた。でも、実際は結構いろんな人が運転できますね。姉も問題なく運転しています。でも、駐車は苦手らしいです。駐車は全然得意じゃない。だから、今は知りませんけど、ちょっと前は母親が代わって駐車していたと聞きました。ね。確かに駐車は難しいですよね。父親は昔バイクを持ってたのかな。バイクの免許の持ってたのかな、多分。でも、危ない運転をするのでやめた方がいいだろう、そういうことで免許は取っていない。確かにブーンって言ったりね、行っちゃえ行っちゃえってね言ったりすると危ないからね。僕も東京に住んでいるから車は必要ありません。東京の電車がたくさんある場所にいるから必要ないですね。でもやっぱり時々車に乗りたいなと思うことがあります。車に乗ってドライブするのは気持ちがいいですね。でも車は危ないから本当は乗らなければならないとき、それ以外のときは乗らない方がいいとは思っています。でも乗らなければいけない、乗らなければ生活できない人もたくさんいますね。田舎に住んでいたり、体が動かなかったり、いろんな理由で車が必要だとは思います。僕はね、でも東京に住んでいるとき、一度小さい車を持っていたことがあるんです。車を持っていました。東京の少し離れた場所に住んでいたんですね。東京の中でも
いろいろな場所があります。森がいっぱいあるところもあるんですね。川もあるところがある。新宿から2時間かけて森がいっぱい、川がいっぱい、山がある、そんな場所もあるんです。そこも東京都なんですね。僕はその途中ぐらい、中間の場所に住んでいました。そこはね、自然もあって、川もあって、スーパーも街もある。すごく住みやすいところでしたね。そこで小さな車、一人乗りの車に乗っていたんですね。それはね、電気自動車だったんです。電気で動く車。コムスという車でした。車とは言っていますけど、ほとんどバイクです。ほとんどバイクです。エアコンはありません。エアコンがなくて大変です。夏は暑い。で、冬は寒い。ね、風が入ってくるし。何が一番面白いか。扉が、ドアが布なんです。布でできている。だからね、ジッパーがついてるんですよ。布にジッパーがついてて、ジジジジジジジって開けるとドアが開く。で、両側ドアです。ね。でも、時速60キロ出ました。ちょっとキロでしかわからないんですけど、普通の車と同じぐらいですね。高速道路は乗れません。高速道路は乗れないけど、全然、普通の道は大丈夫。そういう車でしたね。なんか、バイクと車の間という感じでした。だから、運転が楽しいんですね。すごく速く感じる。スピードを感じるんですよ。ブンブンブン。ただね、ちょっと怖いですよ。大きさがちっちゃいから、周りに大きい車がいると怖い。ジューン。ね。その車を持っていたのは僕は1年と半年ぐらいですね。長くは持っていなかった。なぜならまた都会に引っ越しましたから、仕事をするために都心に行かざるを得なかった。行かなければいけなかった。から、売ることになったんですね。最後は。その車に乗ってる時に、僕は、病気になったんです。その病気は僕の中でとっても大きな病気で、もしかしたらこれは人生が終わってしまうかもしれない。そんな大きな病気だったんですね。でも手術をして大丈夫だった。ラッキーです。本当にありがとう。その後もその小さい車があったからすごく助かったんです。ね、なかなか歩くのが大変。そういう時に車があったから本当に助かりました。だんだん体が良くなってきた時にね、公園に行ったことを覚えています。車で15分走って山の方にね、ある綺麗な公園があったんですね。その公園は緑の芝生がたくさんあって、子供が遊んで、みんなが歩いて散歩して、とても綺麗な場所です。そこは車も少なくて、とっても静かなんですね。僕はその病気になる前もそこによく行っていました。そこで音楽を聴いて
寝転がって、お茶を飲んだり、コーヒー飲んだりしてたんですね。で、病気になって行けなくなって、で、数ヶ月経って、だんだん元気になって、また行けたんですね、その公園に。で、その公園で歩けた、ことは本当に嬉しかったですね。またここの公園に来れたな。本当に綺麗だな。本当にありがとうと思いました。本当に生きてるって、本当にすごいことだな。生きてるって嬉しいなって思いましたね。だから車がね、そこの思い出になっています。そのいろんな場所に連れてって行ってくれた思い出がたくさんありますね。でね、ちょっとセンチメンタルな話になりましたけど、やっぱりこういうちょっと夜話してね、雰囲気があるところで話すとちょっと雰囲気がいつもとちょっと変わりますね。でもね、その車面白いところはまだあります。やっぱり珍しいから、ちっちゃくて可愛いから。街で乗っていると人に話しかけられるんですね。特に、お年を召した方、ね。年を重ねた人。60歳、70歳、80歳、90歳、100歳。そういう人に話しかけられるんですね。この車、何ですか？電気ですか？電気自動車ですか？ガソリンですか？ね、僕は、電気なんですよ。いいですよね。買い物に便利ですよ。なんてね、そんな話をして。そういう会話が生まれる。会話が生まれる車っていいなって思いました。あなたは車運転しますか？車に乗りますか？好きな車ってありますか？僕はね、車に乗れるなら何に乗りたいかな。何でもいいけど、ちょっと大きい車に乗ってキャンプしてみたいです。車で寝る。キャンプに行って車で寝る。そういうことをやってみたいななんて思ってますね。あと、最近ですね、友達がマッチングアプリをしています。急にマッチングアプリの話をします。突然ですが、OK ジャパニーズのお知らせです。今、家に帰ってきた OK です。このポッドキャストにはトランスクリプトがあります。振り仮名のついたトランスクリプトです。わからない単語は調べることもできます。また、例文を見ることもできます。また、ペイトリオンのメンバーになると、普段見ることができない映像、音声を聞くこともできます。いつも YouTube で載せていない動画や、ポッドキャストでは話していないこと、小さなことから、こういうサムネイルを作ったよ、そういう話まで見ることができます。もう多くの人がメンバーになってくれて本当に嬉しいです。メンバーの方ともメッセージをしたりして
お話を聞くのがとっても楽しいです。この前、日本語で曲を作っている方と一緒にお話ししました。日本語のね、歌詞をわからないところ、難しいところを助けた、こんな動画も見られます。さあ、本編に戻りましょう。あなたは恋人をどうやって探しますか？パートナーをどうやって探しますか？最近日本もアプリを使う人がたくさんいます。僕ももちろん使ったことがあります。僕の友達はね、彼女と別れた。そして数ヶ月経って新しい彼女を見つける。そのためにアプリを始めました。彼はとても仕事ができる人です。自分で会社をしています。いつも仕事しています。1日12時間は働いてるんじゃないかな。いつ会っても仕事してるから。そんな彼がアプリを始めた。しかも本気です。遊びではありません。なので、いろいろなアプリを試して、まずは人に会おう、そういうふうに始めたんですね。彼はね、アプリを使ったことがなかったんです。だからまずは無料のアプリを始めた。無料のアプリでいろんな人にいいねをした。右スワイプ。いいね、いいね、いいね。そして、会話をする。チャットをする。いろんな人に会いますよね。ああいうチャットはなかなか続きませんね。アプリで出会った人とのチャットって。やっぱ直接会わないとなかなか続けることが難しいですよね。何話したらいいかわからないし、何話せばいいのかなってなるよね。それは言語交換とも似てますよね。人と話すアプリ、英語を話したい人、日本語を話したい人がいる。フランス語、イタリア語、マレーシア語、インドネシア語、いろいろありますけど、その人たちがアプリで話ができる、そういうアプリがありますね。でも話は続かない。しかも国が違うから会うことも難しい。会えないとだんだん話すことがなくなりますよね。だからマッチングアプリも早めに会わないと難しい。でも会うのも結構時間もかかるし大変だしね。だからアプリってすごくハードルが高いと思うんですよね。でも人生リアルで出会うのも難しい。だからパートナーを探すのは難しい。簡単じゃない。そういうことなんですけど。でも難しいからこそ頑張る。そういうことですよね。日本語の勉強も難しいからこそ頑張る。そういうところがあると思います。で、その彼は初めての約束をしました。出会った女性とご飯に行く。ご飯を食べに行く。そういう約束をしたんですね。彼はとても緊張していたと思いますよ。彼はいろいろ考えていました。どんなお店がいいんだろう。どんな服がいいかな。どんな帽子をかぶろうかな。
ね、ちょっと可愛いですよね。いつもは仕事をしている。ね、バリバリしているんですよ。これはこうした方がいいんじゃないですか。OK さん、それはこうした方がいいですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。そうします。ね、僕はいつも勉強になります。そうやってその人に教えてもらっているんです。でもそんな彼がこの帽子がいいかなこのオレンジの帽子か青の帽子どっちがいいだろうそんなね質問をしてきて、面白いなって思いました。で、その彼の食事、ご飯行った後話を聞きました。どうでした？ご飯は。そしたらびっくりするほど盛り上がらなかった。全然楽しくなかった全然会話がうまくいかなかった。そう言って落ち込んでいました。はあって言ってました。ねえ、僕はびっくりしました。そうなんですか。いつもあんなにうまく話している人がそういうこともあるのかね。まあきっといろんな要素があると思いますけど、いろんなことがあると思いますが、合わなかったんでしょうね、お互い。マッチングアプリって初めて会った人、写真だけ見ていた人だから印象が違いますよね。写真だけで見てると本当に会った時に背が高いなとかね思ったりしますよね。声もね聞いていないとそういう声だったんですね、思った声と違いました、そんなこともありますよね。それが面白いと思います。だから会った瞬間分かることもありますね。会った瞬間に違うって思う場合もありますよね。ねえ、逆に会った瞬間素敵、そう思うこともありますね。でもお互いどう思っているかは分かりません。片方がいい、片方が違う、そういう場合もあるし、両方違う、そういう場合もありますよね。そういう時はもう10分で帰りたいですよね。10分で帰る。そういうことができたらね、お互いの時間が有効に使えますね。時間を有効に使える皆さんいろいろやることはありますから。で、彼は勉強になったと。マッチングアプリってこういうものなんだ。よし、この経験をした。よし、次また新たな人と話そう。そうやってね、いろんな人とご飯を食べたり電話をしたりね、1ヶ月ぐらいかな、頑張っていました。僕も時々話を聞いていました。どうでした？あの人は。どうでした？あの人との食事は楽しかったですか？とかね。そしてこの前、1週間前、彼女ができました。OK さん、僕彼女できました。知らなかったんですか？ OK さん。なんて言われましたけど。いや、知らなかったです。おめでとうございます。おめでとうございます。そう言って、どんな人なのとか、どんな気持ちですかとかね、いろいろ聞きました。早いですね。素晴らしい。やっぱり、仕事ができる人って、そういうのも早いんですか？ゴールが設定されているんですかね。そうなのかもしれません。この2ヶ月の間に私は結婚相手を見つける。それが私のゴール。
それに向かって頑張る。ね。そういう方法なのかな。そんなお話でした。ところで、日本に旅行に来たことはありますか？日本の旅行で車に乗ったことはありますか？僕は旅行で車に乗るのが大好きです。一つ覚えていることは、徳島県に行った時の思い出です。僕は新幹線で大阪に行きました。そして大阪から徳島まで車で行ったんですね。レンタカーを借りて行きました。去年の秋だったので空は高くてとってもいい天気の日でした。大阪から徳島県には橋がかかっています。長い大きな橋がかかっているんですね。一人で運転しているといろいろなことができますね。歌うこともできる。叫ぶこともできる。泣くこともできる。自分の好きな音楽を聴いて思いっきり歌う。それが僕は好きですね。窓を開けて海を見ながら歌う。すごく気持ちがいい。誰かと一緒にいたら話をしてドライブする。ね、それも楽しいですね。僕は徳島の美術館に行きました。徳島の美術館、とっても大きいところでしたね。その後は小さなレストランに行きました。地元の人がいるようなレストランですね。地元に住んでいる人が行くレストラン。小さくてでも美味しそうな匂いがしているんです。ご飯、味噌汁、魚、焼き魚、そんなものが食べれるところですね。しかも安い。800円。5ドルぐらい。5ドルでお腹いっぱい。最高ですね。そういうお店は、だいたい優しい人が多いです。お店の人が優しい。ね、どこから来たんですか？東京です。遠くから来たんですね。そんな話をしながらご飯を食べて。ずっと徳島にいるんですか？生まれてからずっと徳島よ。そんな話をしてね、地元の話を聞くのが本当に楽しいですよね。どんな生活なんだろう。ね、どんな人生なんだろう。すごく気になります。ね、少しだけでも聞けると面白いですね。その時に日本語が話せると楽しいですよ。地元の人に、ね、日本語で話すといろんなことを教えてくれると思います。僕はその時映像も撮っていました。旅行のビデオをね撮っていたんですね。その時はまだまだ OK ジャパニーズはやっていなかったんですけど、旅行のビデオを作りたいなと思ってたくさん撮って練習していました。でその頃僕はシネマティックにハマっていました。シネマティックに興味があったんですね。
多分 YouTube を見ていたら最初 YouTube で映像を勉強しているとたくさん出てきてましたね。その時シネマティック動画、シネマティック Vlog、シネマティックなポッドキャストそれは聞いたことがありませんが、だからそういう撮り方、かっこいい映像、かっこいい、アングル、そういうのをたくさん頑張っていたんですね。で、後で、今見ると、これで何を作ればいいんだろう。この映像たくさんあるけど、何を作ればいいんだろう。そういう映像がたくさんありました。なので、あまり動画にできませんでした。YouTube には出していないですね。少しだけ撮ったものも出ています。それは静岡旅行の日本語の映像です。その撮った映像に日本語を入れてビデオにしましたね。それで僕は最近は何をしているか、映像を作っているんですけども、最近僕が興味があるのはストーリーです。ストーリーテリング。どういう物語を話すか、どんなストーリーを伝えるか、それがね、一番大事です。どういう話を伝えるか、それが楽しいです。その勉強をしています。僕はね、言語を勉強していていつも思うこと、言葉の勉強をしていて思うこと、教科書を見ているとわかりやすい基本が書いてある、文法、ボキャブラリーでも面白くない、そういうことが多いですね。話が面白くない。ペン、これはあなたのペンです。これは私のペンです。面白くないから眠くなる。眠くなってしまう。そういう時にストーリーだと面白いですね。あ、こういう話なんだ。この少女はこんな悲しいことがあったから頑張っているんだ。そして最後は幸せになったんだ。ね。とか、そういう話があると記憶に残りますね。だから言葉の勉強にもストーリーはとてもいいと僕は思います。ストーリーを分かるようになるまで基礎をしっかり勉強して、その後ストーリーを楽しむ。これが、僕は、勉強のいい方法だなと思っています。なので、動画でもストーリーが伝わるように、面白いストーリーができるように、練習しているんですね。その動画を上げるのはまた別の YouTube チャンネルになると思います。今準備して頑張っています。少し話が違う方向に行きました。少し話がそれました。旅行の話ですね。車で旅行していた。僕は徳島を旅行していた。車があると通りかかった道で面白いものを見つけたときに行くことができますね。電車で見えた景色は、面白そうと思っても降りられません。通り過ぎてしまいます。でも車なら、戻ろう。あそこ行ってみよう。カツ丼お店美味しそう。ちょっと行ってみよう。
って行って、そうやって行ったお店が美味しい。そういうことありますよね。そうやって見つけた牧場。その牧場が楽しい。牛に会える。牛乳が飲める。その牛乳のソフトクリームが美味しい。こんな場所があったんだ。来てよかったな。ね、そんな記憶に残る旅ができたりしますね。うん。なので僕は車での旅行が好きです。小さい時の車での思い出、もう一つあります。僕の姉、お姉ちゃんはピアノを弾いていました。小さい時から弾いていました。毎週レッスンがあるんです。そのレッスンには母親が車で送って行ってくれていました。車で姉を乗せてレッスンに行っていました。ピアノは爪を切らなければいけません。爪が伸びているとうまく弾けない。だから爪を切ることが大事なんですね。車に乗りながら姉はよく爪を切っていました。だから僕は覚えています。車のね、カップホルダー、飲み物を入れるところに爪切りがありました。でも爪切りがない時もあるんです。あれ？どこにあるの爪切り？家か。でももうすぐレッスンだよ。爪、でも伸びてる。爪切らないと怒られちゃう。ね。そんな時は新しい爪切りを買わないといけない。お店で爪切りを買って切っておく。そしてまた次の日、別の日、忘れた。また買わないと。ね。だから車にはたくさんの爪切りがあった思い出がありますね。そういう小さな思い出ってふとした時に思い出しますね。僕も車の話をしていて思い出しました。ね、その話をしていなければ忘れていた記憶ですね。姉がピアノを練習している間、僕と母親は待っていることもありました。時々はスーパーに行ってお菓子を買ったり、車の中でただ待っていたり、レッスンの教室の椅子に座って待っていたり、結構ね、たくさんの時間を過ごしたんじゃないかなって思います。その時何をしていたかって全然覚えてないですね。まだ5歳、6歳、7歳、それぐらいの記憶ってないですね。本読んでたのかな、漫画読んでたのかな、ゲームをしていたかもしれません。今、親の気持ちになるとね、面白いですね。昔は子供でしたけど、親だったら結構大変だよな。毎回ね、送ってね、ピアノのために送って、で、ちっちゃい子供もいるし、ね、で、待たなきゃいけないし、ね、仕事の後に。大変だ。ご飯も作らなきゃいけない。ね、僕は子供はいませんが、ね、いたら、ね、全然違う時間の速さなんでしょうね。時間の進み方がだいぶ違うんだろうなと思います。あとね、ドライブで楽しかったのは沖縄ですね。沖縄でね、車を乗っていろんなところをドライブしました。沖縄は
電車がないところがあるから、そこは車が必要ですね。僕はね、空港から一番上の美ら海水族館の方まで行った時楽しかったですね。途中のね、いろんな場所を通って綺麗な万座毛というね、海の崖のようなところがあるんですけど、綺麗な景色を見て、そしてまた車に乗って水族館まで行く。美ら海水族館。その旅はですね、僕は彼女と行きました。その旅もね、彼女と二人旅ですね。もうだいぶ昔ですが、その頃はまだ付き合い始めの時で、まだちょっと新鮮ですね。お互いドキドキ一番楽しい時ですね。そんな中でたまたま沖縄旅行に行きましょうね。お金を貯めていたから行ける。よし行こう。一泊二日の早い旅行でした。弾丸旅行ですね。その時は古民家の宿に泊まりました。一組だけ泊まれる宿。僕たちだけ泊まれる。でもその家が全部借りられる。そういう宿でしたね。沖縄の建物は雰囲気が違いますね。東京や神奈川にある古民家とは違う。天気が違いますからね。気候が違う。さらに、もともとはね、歴史的に、ね、歴史をたどると、ね、いろいろなことがありますから、その古民家はとっても大きかったですね。とっても大きいし、綺麗で静かでした。そして空が綺麗なんですね。全然空気が汚れていない。星がめちゃくちゃ綺麗に見えるんですよ。うわ、綺麗だな。満天の空。星が満ちている。空に満ちている。満天の空。満天の星空。なんて、言いますね。そしてその宿から暗い中、細い道を歩いていくと海なんです。小さな浜辺。そこで誰もいない。光も星しかない。そこまで歩いていって、海辺に行って、綺麗な水を見て、星空を眺めた。そんなロマンティックな思い出もありますね。その方とは、すぐにお別れすることになってしまいました。でもその思い出は本当に素敵な思い出ですね。今久々に思い出しました。あの宿良かったな。まだあるのかな。ちょっと調べてみようかな。また行こうかななんて思います。今日はありがとうございました。他にも1時間日本語を話しているポッドキャストがあるので聞いていってくださいね。さよなら。